やってしまった。あれ、浅村くん？こんな時間にキッチンで何を？もしかして夜食でも作ってたの？うん。小腹が空いたから冷蔵庫の食材で焼きうどんっぽいものを作ろうと。冷凍のシーフードと野菜を入れすぎたせいか水気が引かなくてね。失敗したよ。綾瀬さんみたいにあり合わせでパパッと作れたらいいんだけどね。いや、私もあり合わせの料理は苦手かな。多分盛大に失敗する。そうなの？陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。レシピ通りに材料が揃ってたらできるけど、手元にある材料をアレンジして使うのは苦手なんだよね。マーヤはそういうの得意だけど、あり合わせで作ったり冷蔵庫のもので代用したりするの。へえ、それって同じ料理なのに別のスキルなんだ。少なくとも私にとってはね。どういう風に考えたらいいのかわかんないし。ちなみに奈良坂さんは何を作ったって言ってたの？ポトフを作ろうとしたんだけど、お肉が何もなくて食パンをちぎって入れたんだったかな。パンにスープが染み込んで下の子たちに大好評だったんだって。へえ、肉の代わりに食パン。うん、話を聞いて私も食べたくなった。とっさの起点でそういうのを作れるのはすごいよね。そうだね。なかなかすぐに出てくるアイデアじゃないだろうし。けどよくよく考えればパンをスープにつけて食べたりするから相性が悪いってわけじゃないんだろうね。お味噌汁に入ってる麩みたいな感じって考えれば発想としては別段おかしいことはないか。なるほど、そういうことか。どうしたの？完全な創作料理ってわけじゃないのかもって気づいたの。というと？材料の足し引きだったり他のレシピからの流用や応用で作っているんだと思う。今回のケースなら麩とパンがそうだね。流用と応用。ポトフって汁物だからお味噌汁のお麩みたいにすれば美味しいだろうみたいな発想ってこと。なるほど。さすが料理への解像度が高い綾瀬さんだ。すぐ真理に気づけたね。そんな大げさなことじゃないと思うけど。でもその真理に行き着いた綾瀬さんならできるんじゃない？あり合わせでパパッと作るの。うん、機会があったら試してみようかな。うまくいくかは未知数だけど。まあ仮に失敗しても俺は綾瀬さんが作ってくれるものなら何でも嬉しいんだけどね。そう？でもまずいより美味しい方がいいでしょ。そのあたりは遠慮なく教えてね。うん、わかったよ。なんだか新婚の夫婦みたいな会話だったような。俺の考えすぎか。今日も見てくれてありがとう。小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。それはそれとしてこの焼きうどんもどきどうしよう。味整えて無理やり胃に入れれば一緒か。いや待って、水気が引かないならこの際だし、おだし、それにお醤油で。はい、焼きうどんじゃなくて申し訳ないけど海鮮鍋焼きうどんの完成。お、美味しそう。ありがとう綾瀬さん、助かったよ。って結局綾瀬さんの手を煩わせてしまった。ごめん。うん、気にしないで。お口に合えばいいんだけど。それじゃあもう寝るね。おやすみ。私の作るものなら何でも嬉しいか。浅村くんのことだから対はないだろうけど、あんな風に言われたら変なものを食べさせるわけにはいかないな。頑張ろう。